皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。このチャンネルでは茶道を通して日本独特の美意識、わび、さびなどを紹介してまいります。本日は初釜茶事をご紹介いたします。初釜は茶道の年間行事の一つで、新年に初めて釜をかけること、また新しい年を祝う新年会のような意味合いもあります。床の間には初春にふさわしいしつらいをし、お客様をお迎えいたします。牛年の今年は牛の置物や絵など縁起物が一緒に飾られました。それでは初釜茶事を一緒にお楽しみください。まず寄り付き待合にて身支度を整え、組み出しをいただきます。そして茶室に向かう路地にある外腰掛待合にて亭主の迎え付けを待ちます。つくばいで手を洗い、口をすすぎ、体を清めます。ねじり口を使って席入りをし、正客から順に掛け物や花入れ、釜を拝見して定座につきます。所済みが始まりました。皆で炉に炭を継ぐ様子を見守ります。続けて料理が振る舞われます。コロナ禍の中での開催のため、今回は略式となっています。千鳥の杯も控えられました。食事が終わっておも菓子が出されます。お菓子をいただいた後、席を改めるため仲立ちをしていただきます。お客様は一旦席を立ち、外の腰掛待合へ移ります。準備が整いました。お客様は2度目の席入りをし、濃茶をいただきます。本来一つの茶碗を3から5名で回して飲むのですが、こちらもコロナ対策のためお一人ずつにお出しする格服立てとされました。正客から続けてお臼をいただきとうございますと書文を受け、東が配られます。お稽古茶事ということもあり、お弟子さんが先生に代わって薄茶を立てていきます。薄茶を何杯かいただき、お道具の拝見をし、皆さんで亭主である先生の初釜に寄せる思い、趣向、おもてなしの心を感じ取っていきます。初釜茶事の最後は当選経です。
扇子を的に当てて、その当て具合で点数を競う江戸時代から伝わる雅な遊びです。1人3回投げて総合得点を競っていきます。点数によって景品がいただけるという最後まで先生の楽しい趣向がふんだんに盛り込まれた初釜茶事となりました。皆さんいかがでしたでしょうか。日本の総合芸術である茶の湯を一緒に楽しむことができたら嬉しいです。少しずつアップしてまいりますので、グッドボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。壊れてる。